ようこそハウス・デ・アリーベ。どうぞおかけになってください。どうも。ここって？何か悩みを抱えていますね。私がお聞きしますよ、ユータさん。なんで俺の名前を？私は全てを見ることができるのです。さあ、お悩みをお聞かせください。数分の沈黙があった後、意を消したように顔つきが変わったユータ。実は俺、雨の日に外に出ることができないんです。今日傘持ってきなさいね。お父さんがこの間買ってきちゃった傘あるから。わかった、持ってく。ユータはそう返事をしたものの、傘を持たずに家を出た。そして傘を忘れたことに気づいたのが帰りの駅のホームだった。最悪。母さん電話出るかな？まだ終わってないのかも。どうしよユータの母親は近くのスーパーでパートで働いている。セールの日には残業となる日もあるのだ。う。走るか？いや、これじゃ無理だ。災害級の雨を前に走る気力も湧かないユータ。しかし意外な光景が目に入った。あれ？母さん？おい、こっち。いたいた。横断歩道を挟んだロータリーの先に傘を差した母親の姿があった。助かった。なんだあれ？規制がする方を見ると、バイクに2人乗りした男が蛇行運転をしてはしゃいでいる。運転をしている学生は後ろを向いていて、前を向いていない状態だった。おい、危ねえな。ね、母さん。おい。ユータは母親に向かって走り始めた。危険を必死に知らせたが、雨の音で全てかき消された。嘘だろ。母さん、母さん。それで雨が怖くなったのですね。でも悪いのはあなたではないでしょう。いえ、俺が全部悪いんです。俺が傘を持っていれば母さんはあんなことにはならなかったんです。今は雨の音を聞くだけでも変な汗が出てきてしまう。でも俺もともと雨が大好きだったんです。雨の日しか会えない友人がいて、俺の支えなんです。名前も何も知らないんですけど、何でも話せるっていうか、そいつに話すとすっきりして前向きになれるというか。連絡は取れないのですか？今その人があなたには必要でしょう。そうなんですけど、連絡先も知らないし、雨の日しかいないんです。あの公園に。あいつに話せば母さんのことも乗り越えられるって思うんです。なのに俺、どうすればいいのでしょう。ではあなたのためにアクセサリーを差し上げましょう。そのアクセサリーを身につければあなたはきっと幸せになれるでしょアクセサリーで幸せに？本当ですか？う。では目を閉じてください。ユータが目を閉じたことを確認した占い師は何かの呪文を唱え始めた。すると水の入ったグラスから煙が立ち込めた後、水面が光り出した。そして浮かんできたのは水色の原石のような形をした一つのピアス。白い布にピアスを移してユータに渡した。さあ、今のあなたに必要なピアスが出来上がりました。これをつけるだけでいいのですか？そうです。ですが一度身につけたら決して外してはいけません。わかりました。ずっとつけておきます。おいくらになりますか？お代はいりません。お代はすでにいただきました。あなたが経験した辛い思い、キー。こんな素敵なものなのに無料なんて。あなたがこの先幸せになってくれれば私はそれでいいのです。優しいんですね。ありがとうございます。お言葉に甘えさせていただきます。占い師に何度も礼を言うユータの顔は来店した時よりも晴れやかだった。きっと雨が降ってしまってももう大丈夫だろう、そんな気持ちになれたのである。では失礼します。ありがとうございました。さて、お前がこの先どうなるか見させてもらおう。Haus der Liebe。店を出たユータは気づくと自宅のベッドの上に寝ていた。あれ？俺？夢を見ていたのかと疑ったが、右耳には先ほどもらったピアスがついていた。これがあれば
俺はもう大丈夫なんだよな。雨。手が震えてる。なんで？占い師の言葉を信じていたユータはなぜ自分の手が震えているのかわからなかった。くそ、あの占い師嘘ついたな。するとどこからか優しい声が聞こえてきた。ユータ、玄関のドアを開けてごらんなさい。誰？でもこの声母さんに似てる。ずっとあなたがそこにいては母さん心配よ。母さんどこにいるの？母さんはいつだってあなたを見守っているわ。ほら、まずは玄関に行ってドアを開けてごらんなさい。わかった。声に導かれユータはようやく玄関に向かうことができた。そしてついにユータはドアを開けた。あれ、母さんの花だ。ユータがドアを開けてすぐ目に飛び込んできたのは花菖蒲。ユータの母が大好きな花で彼女が大切に育てていたのだ。花言葉は良い頼り。こんなに綺麗に咲いてたんだな。あれ、俺外に出れてる。もう大丈夫みたいね。母さんありがとう。母さんはね、雨が大好きだったの。ユータはよく傘を忘れるから、そんな日は2人で帰れるから好きだったの。あの日は久々にあなたと一緒に傘を差して帰れると思ってウキウキしちゃってた。そうだったんだ。母親の話に相槌を打ちながらもあの日がどの日を指しているのかは理解できていなかった。だからあなたが悪いわけではないわ。自分を責めないで、ユーありがとう。ありがとう母さん。またいつか一緒に帰ろうな。タ。楽しみにしてる。ほら、友達に会いに行くんでしょ。いつもの公園行ってきなさい。わかった。またこうして話せる。きっと話せるわ。楽しみにしてる。気をつけて行ってらっしゃい。よかった。ありがとう。行ってきます。雨を克服したユータは雨の日にしか会えない友人のもとへ向かった。久しぶり。俺のことを覚えてる？ああ、覚えてるよ。なんか雰囲気変わったね。そうかな。久しぶりだからだよ。ユータは母親がもういないことや偶然訪れた先で出会った占い師のことを全て話した。そして母親と似た声が聞こえてきたこと。しかし占い師とのやり取りでアクセサリーと引き換えにしたため事故の日のことは記憶が曖昧になっていた。事故はあったはずなのに思い出そうとしてもモヤモヤして消えちゃう。どうしたんだろう俺。それに聞こえてきたあの声は本当に母さんだったのかもわからない。辛い気持ちが大きすぎて脳が消しちゃったのかな。そっか、俺自身がそうしたかったのかもしれないな。それとももしかすると占い師さんがゆうたくんが強くなるためにそうしたのかもしれない。俺のため？人生はこれから長いし、まずはお母さんのことを乗り越えないとこの先の未来でもきっと辛いことがゆうたくんに起きるはずだ。だから乗り越える力を今回つけさせたかった。それが占い師さんの目的みたいな。そういうこと？そっか、俺のことを思ってくれてたわけだ。そうそう、すべてはゆうたくんのためだったってことだよ。久々の再会に話が弾んだ二人。しかし話に区切りがついたところで友人は立ち上がった。じゃあ僕はもう行くね。戻らなきゃ。わかった。またここで会おう。オッケー。じゃあまた。友人は優しく微笑むとユータに背を向けて歩いていった。すると風がほのかな香りを運んでユータに届けた。あれ、この匂いってあの占い師のとこの。そっか、見守ってくれてたんだ。ユータと雨の日の時間を過ごしていた友人はすでに存在していなかった。日光に当たることができず皮膚が人より弱い友人は対策をした上で雨の日に公園に来ていた。雨の日でも彼の体には影響が出る。しかし強い希望で体調がいい時に限り医師から許可が出されていたのだ。しかし突然容体が急変し彼は母さんの声も皆占い師さんの力ってやつなのかな。はあ、なんかお腹すいたな。コロッケでも買って帰ろう。降り注ぐ雨模様とは裏腹に晴れやかな顔をしたユータ。その様子を占い師は見守っていた。
ユータよ、お前の持つ悲しい運命により母や友を失った。だがアクセサリーは母の愛情や友の友情をお前に与え、優しく守ってくれる。お前はもう大丈夫だ。そのアクセサリーをつけている限り、何があっても乗り越えていけるだろう。その幸せが共存だとしても。人は拠り所を求める。ユータを後押ししたのは大切な人への思いだ。彼は母と友の幻と共に強く生きるだろう。